我と共に来たるは精悍な行け。構え突撃。バカなよりどりみどり。はあ、我が修羅に敗北なし。沈め。これ来るという。これなら私が相手だ。突っ込め。バカな。まあうまくやるわ。攻めるのです。油断。名門の力を蹴散らすのじゃ。我と共に来たるは行け。やはり構え払えより。はあ、攻めるのです。名門の力蹴散らすのじゃ。我と共に来たるは行け。あら構え払えはあ、これならどうじゃ。コアラ。我と共に来たるは沈め。構え払えはあ、名門の力を滅ぼしてしま我と共に来たるは焼き払え。構え反撃の隙を与えるな。我と共に来たるは焼き払え。構え反撃の隙を与えるな。我と共に来たるは焼き払え。構え反撃の隙を与えるな。我と共に来たるは構え反撃の隙を与えるな。制圧せよ。猛徳。なんだドン、想像しいな。芝居の件はどういうことだ。どういうこととは。なぜ俺たちに策を教えなかった。敵を騙すには味方からと言うだろう。あの軍師を取り立てたとは聞いていた。だが初めて会うのが戦場とは思わなかったぞ。ま、確かにトンとは馬が合わないだろうとは思っていたがな。そういうことを聞いているのではない。では何を。すまん。少々頭に血が上っていたようだ。構わんよ。そのくらい勢いがあった方がトンらしい。でどうだ、トンから見て芝居という男は。あれだけのことをやってのけた男だ。猛毒が見込んだだけあって確かに優秀ではあるのだろう。だが奴は所詮狐だ。
狐は狼にはなれん。なるほど、実にトンらしい評価だ。まあいいだろう。気が変わった。気に食わんやつではあるが、もう少しだけ様子を見るとしよう。そうしてもらえると助かるな。トン、待て。頼みたいことがある。なんだ。新たに引き入れた黄金族の兵たちは他の者に比べると実戦経験に乏しい。おそらく戦術理解にはかなり難があるはずだ。あらかじめ使えるように訓練をしておいてくれないか。そんなことか。任せておけ。すぐに一発の兵士に育て上げてみせ。頼もしいな。曹操殿は随分と頭に血の上りやすい部下をお持ちのようだな。芝居立ち聞きとは趣味が悪いな。トンは最も信頼のおける部下だ。狼は決して主を裏切ることがない。狐と違ってな。それは大いに結構。私も仕事がはかどるな。遠州の黄金残党の件はご苦労だったな。骨が折れたよ。できれば老は給金という形でねぎらってほしいものだがね。考えておこう。それでどのような手を使ったのだ。知りたいですかな。まあな、普通に考えたなら無理な話だろう。なんせ私は彼らの敵でもあるのだから。そうだな。だからこそこう話したのだ。曹操の陣営として共に戦い、十分に信用させた上で反旗を翻し、私と共に曹操を討とうと。ほう。それは随分と大事だな。だが面白い賭けでもある。そう、勝負に出るのならば掛け金は多い方がいい。実にスリルがある。それほど分の悪い賭けでもない。黄金残党の兵力を使い、奴らが反旗を翻すまでにそれを屈服させられるだけの戦力を得ればいい。さすが曹操殿は話が早い。いいだろう。これより黄金族残党の名を清州兵と改め、正式に我が軍の傘下とする。承知した。
では早速伝えてまいろう。それで芝居、お前はどこにかけたのだ？それを申したとして、曹操殿は狐の口を信じるのかね？